でタイパっていう言葉が今ありますよね。タイムパフォーマンスのタイパ。緊急性に追われると、なんかそれ今しなきゃあれね、っていうそこにそういう気持ちになっていて、やっぱ追われてることにもういっぱいいっぱいで、やっぱ自分自身の心を無視してしまうというか、本当にやるべきことがあるはずなのに、優先順位が、人生の優先順位があるのに、それをおろそかにしてしまうことってよくある。Welcome to みんなのキリスト教広場ラジオ。大学生クリスチャンサークルスチューデントインパクトのスタッフ、クリスチャンになって6年のペーペーのまゆとあつしです。はい、このポッドキャストはキリスト教に魅了されてきた私たちがキリスト教の奥深さを全然触れてこなかった人でも分かるように話し尽くしていこうという番組です。はい、今回のシリーズは豊かさ QOL について話してきてるんですけど、今回は特に時間の豊かさについて取り上げていきたいと思っています。時間の豊かさね。時間です。この現代なんか時間がない現代だなっていつも感じてるんですけど、時短家電とか待ち時間を短縮するっていうことが常にこうあったりとか、でタイパっていう言葉が今ありますよね。タイムパフォーマンスのタイパ。前はコスパだったんですけど、今はそのタイムパフォーマンス、この結果、得ているものとかはかけている労力に見合っているのかっていうことを考えてるんでしょうね、現代の人たちは。効率を、時間の効率を重視してる。なんかコンビニとか行ったらすごいそれが顕著ですよね。コンビニのお弁当とかご飯ってすごい一昔前と比べてバリエーションがすごく増えましたよね。増えましたね、確かに。すごいもう買ってすぐ温めて食べれるものが増えたなと。コンビニで手に入れられるご飯がバリエーションが増えて、これも時短というか、料理しないでももうすぐ家に帰って疲れた体にもう食べれるみたいな結果なのかなと思うんですけど、その分なんかいつも何かやることがあって時間に追われてるみたいな感覚があるのも現代なんじゃないのかなと思いますね。そのタイパって言葉に結構その現代の時間感覚が象徴されてるなと思うんですけど、なんでこんなに時間が効率性を求められてるかっていうと、多分欠かせない登場人物スマホなんですよね。スマホね、今も持ってますけど、もういつも欠かさずにね欠かさずに持ち歩いてるじゃないですか。でもどこにいてもどんな時でも情報が欲しい時に手に入る、脳に入るというか、視覚に入るこのデバイスが登場して、一昔前まで本当にスマホなんてみんな持ってなかったですけど、もう今は誰でも全員国民持ってるぐらいの、大人なら絶対持ってるそのスマホを使って、流行も分かるし、音楽だってすぐ聴けるし、この服が欲しいと思ったらすぐ見れるし、動画も見れるし、明日の天気も分かるし、ニュースも見れるし、勉強すらスマホでできてしまう。でも買い物もできちゃうわけじゃないですか。お店に行かなくてもそのお店にどんな服があるのか分かって、ピッてやったらもう次の日には家にワンクリックで届いちゃいますよね。これがね、もう手にもう収まるサイズで、本よりも持ち歩きやすい、ぴったりくっついてます手にくっつくように離れない、もうポケットに入れてもうすぐ出てくるような、面白いデバイスですよね。これが私たちの身近にいつもあって、その分私たちはワンクリックでいろんなことができてしまうので、その分いろんなことがタイムスケジュールの中に入れられると。でタイムマネジメント確かにすごい重要だなと感じて、私も個人的にもすごく感じますけど、限られた人生、限られてる時間がある中で、いいパフォーマンスをしたいじゃないですか。私もしたいなと思って、でここでちょっと問題提起なんですけど、時間が限られてるのはみんなそうだと思うんですけど、時間になんか縛られている、時間に追われているっていう感覚じゃなくて、うまく時間と付き合っていく、管理していくっていうのは、どういうことになるのかっていう、時間のその豊かに時間と向き合う、付き合うっていうことについて、今回、問題提起として考えていきたいなと思っていて、なるほど。
時間管理って仕事とかプライベートだけじゃなくて本当に人生全般のスキルというか考えるべきことだと思うんですけど、特にこれ大事かもって思ったことをちょっと私なりにピックアップしてみました。はい、まず最初に優先順位をつけること。優先順位、優先順位、はい、何に時間を使うべきなのかをまず知るっていうことですね。そもそもそれ自体が分からないっていう場合もあると思うんですけど、ゆっくりとその考える時間を取ってみたらいいかなと思います。優先順位ってその人によっても時期によっても違うので、例えば大学生で大学で期末試験の時期だったらもちろん勉強することが優先になるし、今度は小さい子供がいるお父さんお母さんだったら子供との時間が優先になるだろうし、誰か例えば知り合いとかで今困っている人がいるならその人と時間を過ごすことが優先になるかもしれないので、その人によって一概には言えない、こういう優先順位がありますよねって一概には言えなくて、人によって時期によって違うと思うんですけど、その他に人生緊急でこれやらなきゃっていうこととか、反対にこれやりたくない、後回しにしたい、大事だけど後回しにしたいと思うようなこととかがあるんですけど、人生の中で、自分の中で優先すべきことを守っていくってことは、その1日とか短期的に見てだけじゃなくて長期的にいい結果をもたらすなと思います。で、いつも聖書を読んでてこれ興味深いなって思うところがあって、それはイエス様の一日の過ごし方というか時間の使い方で、例えば、これ何箇所か書いてあると思うんですけど、例えばヨハネの福音書6章の15節のところにこういうふうに書いてあって、イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれたって書いてあるんですよ。で、イエス様がこの山に退いたとか一人で時間を過ごされたっていう記述が聖書の福音書の中で特に書かれてると思うんですけど、イエス様って山に行って何をしてたんだろうって思うんですけど、他の箇所見てたら神様と時間を過ごしてたんだろうなってことが分かるかなと思うんですけど、はい、このイエス様のこの神様との時間の使い方、時間の管理の仕方って、ここから私たちって何が分かるんですかね。何を学ぶことができると思いますか、現代の私たちにとって。なるほどね、イエス様ただ山登りしてたわけじゃないということですよねハイキングじゃないはずですよね。僕もたまに行きますけど、ハイキングされるんですね。もちろんリフレッシュになるんですけど、ただそのためだけに行ってなかったってことですね。でやっぱり山に退かれた、先ほども言われましたけど、神様と時間を過ごすために一人になられたっていう、ことかなと、やっぱ思いますよね。だから一人でやっぱり過ごすっていう時間が、しかもその喧騒の中にいてではなくて、本当に自分の心が何か本当に自分自身の本当の思いに集中できるためのその環境というか、そういう場所をやっぱり作るっていうのはすごい大事だろうなっていうふうに感じます。でイエス様もねここで自分を王にするために人々がやってきてね連れて行こうとしたっていうか、すごいわちゃわちゃしてる状況していたなはずですよね。もちろんいろんな癒しをしたりね奇跡を行ってたわけですから、だから本当に引っ張りだこで、本当にもういろんな村から人が来て、私の村に来て、私の子供を癒してくださいとかね、もうそういう要請がたくさんあったと思うんですよ。でもある意味本当にイスラエルに一人しかいない医者のところに病人がたかってくるようなね、でも本当にだから必要はいっぱいあるんだけども、あえてでもイエス様はその必要に応えることをせずにまずは山に退いたっていうのはすごく大事なことだなというふうに、僕も思いますね。
今の私たちもいろんなこうごちゃごちゃがあるじゃないですか、生活普通に生活してたらこういろんなこう出来事が毎日起こっていって、でこう自分の心をかき乱すというかこともあるし、なんかそのイエス様みたいになんか助けてくださいってこうニーズが目の前にあってっていう状況がある中で、イエス様は神様とこう時間を過ごすことを選んだって、私たちにとってもこう何か神様の心というか、神様の計画をこうまあ知ることによってある意味他の部分が整えられていくのかなとかも思ったりします。まあそうでしょうね。やっぱりこう自分たちもそうだけど緊急性に追われると、なんかそれ今しなきゃあれねっていうそこにそういう気持ちになっていって、やっぱ追われてることにもいっぱいいっぱいで、やっぱ自分自身の心を無視してしまうというか、本当にやるべきことがあるはずなのに、優先順位が人生の優先順位があるのに、それをおろそかにしてしまうことってよくあるな、自分自身を振り返ってみてもそうだなと思うので、やっぱり何のために自分が生きているのか、で自分の人生にとって何が一番大事なのか、何が2番目に大事なのかっていう、その優先順位を一人になってやっぱ神様とこう話しながらもう一度確かめて日常をもう一回始めていくっていうかね、それはすごく学べるところじゃないかなって、僕は思いますね。でそれがイエス様にとっての習慣になってたと。そうですね、確かに毎日の習慣がそれだったっていうのが、なんかここから僕が学ぶところだなと思うので、やっぱり毎日どこかで本当に自分も退いて、その喧騒の中から退いて、カフェに行くか分かんないし、外で散歩しながらかもしれないし、公園で、でも退いて、15分でも20分でも、本当に自分自身の人生の目的、これから1ヶ月の本当に優先順位が何かとか、そういうのを、1週間の優先順位何かとか、それをこう祈る時間っていうのがね、大事かなと思います。そうですね、イエス様のそのルーティーンというかから私たちも学ぶことができますよね。はい、あともう一つこれも大事かなと思ったことがあって、時間管理が逆にうまくいかない時ってどういう失敗をしてるのかなって思った時に、なんか自分のキャパシティの見積もりを間違えていることが原因の一つの時があるなって個人的には思ったんですね。なんか自分のその時の心理的な状況によって、キャパシティって変わると思うんですけど、なんか今のシーズンの自分が、今日の自分がなんかどれだけのキャパシティがあるのかってことを見積もることに失敗してしまうんですよね。例えばなんか自分が気持ち的にちょっと沈んでる時にタスクをいっぱいやろうと思っても、なんかうまくいかないこととかってなんか今まであったりとかして、特にそれでやればやるほどしんどくなっちゃうみたいな、こうタスクはできてるんだけど気持ち的にはしんどくなっちゃうとか、だから自分がなんか必要な休みっていうのもなんかその感情に入れるっていうか、その計算して休み方も人によって違うから、人に会ってリフレッシュすることができる人もいると思うし、会ったら疲れてしまうっていうパターンの気持ちが疲れてしまうっていうパターンの人もいるし、どんなことで自分が休めるのかリフレッシュできるのかっていうのを計算にスケジュールに入れるっていうのも大事かなっていうふうに思いました。なるほどね。あとはもう一つ元も子もないことを言うんですけど、なんかそもそも人間はなんかこう、万能じゃないっていうか全能じゃないので、状況をコントロールすることもできないし、自分の気持ちをコントロールすることも完璧にできないから、計画をこう立てたとして、それを実行できないとかうまくできないってこと、結局あるじゃないですか。どんだけ頑張ってもなんかうまくできないことがあって、でその時になんかできなかったって言ってこう自分をなんかそう責めるっていうか、また私はこうなんかスケジュールを管理できない、時間をうまく管理できないっていうふうに思っちゃいがちなんですけど、でも同時になんか聖書に書かれている言葉で、知恵の書の中に箴言という書物があって、そこに書かれていることはこれは覚えなきゃいけないなっていつも思うんですけど、箴言の16章の3節のところに書いてあるのが、あなたの技を主に委ねよ、そうすればあなたの計画は固く立つって書いてあって、なんか私はやっぱりこうもう人間なのでこううまくできないけど、その神様なら
全能の方で、全てのことを支配されてる方で、私が計画をうまくできようができまいが、神様のその支配の中で私が休むことができるというか、精神的に憩うことができる、でその神様の計画が成し遂げられていくなら、なんかそれは私の計画よりきっと最善の全然いい計画なので、その計画、神様の計画がこうなっていくことを視野に入れて自分の計画を立てるというか、っていうのが私はちょっとリマインダーとしていつもなんか自分で全部コントロールしてしまおうとするので必要だなっていうことを、思いました。ちょっと淳さんもなんかもし時間の使い方とかでなんかこれうまくいったことあるなとか、意識してることとかなんか加えてあれば教えてほしいなと思うんですけど、何かありますか？僕もあまりね、時間の使い方うまくはないと思ってるので、そういう中ですごいいっぱいいっぱいになっちゃって、もうなんかね、仕事も義務感になることもよくあるし、でも最近この1年ぐらいですね、なんかすごくやっぱ自分が疲れた時期があって、でもその時にやっぱりイエス様と同じように栃木の方にねリトリートに退いたんですよ、数日間。でそこでもう一度こう、神様に祈って、これからの自分のライフスタイルどうしたらいいのか、考えたんですよね。でその時に一つ自分の中でこうこれをしたらいいっていうのをなんかこう思いが与えられたのは、なんかこう筒があるとするじゃないですか。でその筒を、人生という筒、それを満たすために、じゃあどういう石をね、そこに石を入れるとして、石が自分の、いろんな優先順位やることだったりしたら、やっぱりどれから入れていくか、その筒をやっぱりしっかり満たしていくために、でやっぱ大きなね石からやっぱこう入れていく、でだんだんこう小さな石を入れていくことで、うまくこう人生がその人生という筒が満たされていくっていう、なんかそういうイメージがあって、それを考えるとやはり自分の例えば1ヶ月1年のスケジュールの中に、自分にとって一番の優先順位をまずスケジュールの中にもう決めて入れちゃう、そこから始めていく、で最初の優先順位が例えば、神様との時間を取るとか、例えば私、結婚しているので妻との時間を取る、じゃあその時間をどこに取るかとか、そういうのをセットして毎月にこう入れていったって、でそうしていくとやはりスケジュールの中に本当にこう優先順位を中心にした流れが出てくるので、でその入れてない部分をじゃあ次の優先順位でどういうふうに入れていけるかっていうのをこう考えられたことはすごく大きな助けに今なってますね。大事なことを時間があったらやろうとかじゃなくて、もうスケジュールを計画する段階でもう確保しちゃうんですね。そう、大事なことを先にも入れちゃう。時間があったらって考えると絶対ないのでですよねできないから私もいつも勉強がそんな感じ時間があったら勉強しようって絶対しないですもん。なので、優先順位はやっぱり最初にしっかりと定めるっていう、神様に聞いて、私の人生の優先順位は何ですかって、あなた何願っていますかって、そこからやっぱり聞いていくことで、それを実際に具体化してスケジュールの中に落とし込んでいくこと、それはすごく役に立ちました。そうですね、なんかどんな世代の人であってもそれはこう、時間を取って考えてスケジュールに入れてって役立つなんかこう知恵だなっていうふうにちょっと聞いてて今日思いました。そうですね、なので僕はその時思ったのは1年間でその数日間のリトリートを年に1回必ず取ろうということとか、毎月1日は一人の時間、公園とかに行って、神様と時間を過ごすのを入れようとか、1週間に1回は妻との半日のデートの時間であったり、一緒に過ごす時間を入れるとか、なんかそういうふうに考えていきましたね。ありがとうございます。とても参考になります。誰にとっても参考になる内容だなと思います。優先順位大事ですね。考える時間を取ることもすごごく大事ですね。そのためのね。ありがとうございます。ということで今回は時間の豊かさについて話しました。次回は感情の豊かさっていうことについて話していきたいと思います。今回はここまでです。また次回会いましょう。またね。